こんにちは、ゆうかです。今私は名古屋港に来ています。今日はこれから名古屋から北海道の苫小牧まで行くんですけど、ついに日本最長の長距離フェリーに乗っちゃいます。乗船時間がなんと40時間。2晩丸々船の上って正直ちょっと未知すぎていろいろ不安はあるんですけど、電波とか食事とか揺れとか寝られるかどうかとか、初めての40時間の船旅、リアルフェリー生活をお届けするので、ぜひ最後まで見てってください。あった、今日乗る太平洋フェリーキソです。今まで乗ったフェリーで一番大きそう。キソを前にしたら40時間不安すぎて泣きそう。それじゃあ早速ターミナルビルに入ってチェックインの手続きをしていきたいと思います。乗船手続きは16時から始まってるらしいですね。今は17時49分なのでとっくに始まってます。今日は19時出港なので今ちょうど1時間前くらいです。ちょうどいいんじゃない？ここのカウンターでチェックインしていきます。お2回もそのままですね乗船いただけますので、はい、あらかじめ公式サイトから予約を取っていたんですけど、今日の3時くらいに QR コードが載っているメールが届いて、その QR コードでタッチするだけで乗れるらしいです。だからチェックイン手続きいらなかったみたいでした。じゃあ早速乗船行ってきます。それじゃあ乗船していきたいと思います。そういえば私雨女復職したんですよ。やっぱ雨の日は結構揺れちゃうので、40時間揺れたら私の体力が持つか、いや多分持たないな。誰か雨止めてください。ボーディングブリッジは結構長めですね。私今までにも結構フェリーいろいろ乗ってきたんですけど、今まで乗ったフェリーで一番長かったのが東京九州フェリーで21時間だったんですよ。それの倍って考えたらちょっと怖いな。あの時もね、ちょっときつかった記憶があります。大丈夫かな。不安。途中もう無理ってなっても逃げられないですもんね。こんにちは。こんにちは。QR コードタッチお願いします。はい。無事に乗船できました。私のお部屋は一等室和室の504なので504を探します。504ありました。一番船首側ですね。ありました。504。扉の色がかわいい。それじゃあ QR コードで入っていきたいと思います。お、開いた。オープン。じゃーん。おー。今回は一等和室のお部屋を予約してみました。フェリーの中に和室がある。すごい。この価格だけで見たら普通にホテルの和室みたいじゃないですか。船が動いちゃったら多分ここを開けるの禁止になっちゃうと思うので、今のうちに景色見とこっかな。どんな感じなんだろう。窓からの景色はこんな感じです。すごい。なんか操縦している気分になりますね。夜間ここのカーテンを開けてしまうと光が外に漏れて航行の邪魔になってしまうので、ここのカーテンは開けられないんですよ。なので限定景色です。それではルームツアーしてみたいと思います。一棟和室は6畳のお部屋になっていて、こ
この収納棚の中にはこんな感じでハンガーがあったり、あとはバスタオルがありますね。あ、これはなんだ？浴衣？パジャマがあります。和室だから浴衣なのかな。そしてテレビもついています。あとは冷蔵庫があったり、これはなんだ？ IH サーバーって書いてある。あ、一人分のお湯沸かしポットみたいな感じか。なんかカレーとかも作れそうですね。と、あとはお茶セットが用意されています。2泊もあるからゆっくりお茶が飲めそう。そして意外と使うかもしれないのがこちらのエチケット袋。基礎で吐きそうになったらお世話になります。旅館とかにありそうなこのおしゃれな間接ライトと、あとお布団の感じは硬め、濃いめ、多めですね。でも結構私硬いの好きだから寝やすそう。よかったです。あとこんなところにも扉がありました。お手洗いと、あとシャワーがありますね。個室でもお手洗いがある部屋とない部屋があるそうなんですけど、ここはあってよかったです。私は行かないんですけどね。今ドラが鳴ったので出港を見届けに展望デッキに行ってみたいと思います。操舵室よりご乗船のお客様へご挨拶申し上げます。本日は太平洋にヒ素にご乗船いただき誠にありがとうございます。ありました。じゃあデッキに出てみたいと思います。今日は風がそんなに強くなくて暖かくていいですね。なんでだろう、すごいプールの匂いがする。夏って感じ。太平洋フェリーのロゴ TF。すごい、展望デッキにもベンチが置いてあるよ。ここでゆっくりすることもできそうですね。あそこに見えるちょっと光ってる橋が名港西大橋ですね。綺麗。フェリーが動き出しました。動いた。19時ぴったりですね。ゆっくりだけど進んでる。バイバイ名古屋、40時間頑張ってくるよ。ここから40時間頑張ります。無事に出港を見届けられました。今日思ったよりも人がめちゃくちゃ多くて、なんでこんなに多いんだろうね。みんな乗ってるのすごい、こんな大変なフェリーなのに。さっきアナウンスでレストランが満席って流れてきたので、ちょっと開くまで待ちたいと思います。名港西大橋の下までやってきました。すごくない？めっちゃ間近で橋が見えてるよ。名港大橋の真下なう。すごい。無事にくぐり抜けました。イエイ。綺麗ですね。じゃーん、夜ご飯はカレーにしました。レストランが2つあるんですけど、タヒチっていうところとマーメイドカフェがあって、マーメイドカフェの方が少し空いてたのでマーメイドカフェで注文してみました。そう、食べる前になんか
面白いアプリを見つけちゃって、全然案件とかじゃないんですけど、こういう風にね、この今私が乗ってるのがこの基礎なんですけど、青いマークがフェリーらしくて、この緑のマークが貨物船で、赤いマークがタンカーらしいんですよ。もうこう見ると青が全然なくて、フェリーがめっちゃ少ないのが分かります。あれ、なんか黄色いマークがある。これなんだ？あれ、黄色いマークってこれだったのか。じゃあ仕方ないですね。乾杯。美味しい。それじゃあカレーもいただきます。まだ船の揺れが全然ないので、ご飯食べるのにちょうどいいですね。ずっとこのままだといいけど。お肉がホロホロだ。このカレー、船の上で手作りしてるらしいんですよ。すごくないですか？最高ですね、これは。40時間楽しみになってきた。この太平洋フェリーはくつろげるスペースっていうか、こうやって座れるところとか、あとソファーがあったり、そういうスペースがすごい多いなって気がしたんですよね。他のフェリーと比べてやっぱり乗船客が多いのかな。でも名古屋から北海道まで車も乗せていけるって思ったら結構便利ですよね。だから私みたいなぼっちなお客さんでも浮かずに行けますね。まあ海の上に浮いてるけど。ごちそうさまでした。お腹いっぱい。このまかないカレーめちゃくちゃ美味しかった。これ本当のまかないなのかな。だとしたらここで働きたいくらい美味しかったな。夜ご飯を食べ終わってお部屋に戻ってきました。この後はですね、ずっと楽しみにしていた大浴場に行ってきたいと思います。このさ、バスタオルついてるのめっちゃ親切じゃないですか。結構他のフェリーではついてなくて有料で買ったりするんですけど、太平洋フェリーはついていて嬉しいです。ここにね、薄く太平洋フェリーって書いてある。それじゃあ大浴場に行ってきます。私フェリーの中の大浴場って結構好きなんですよね。なんか海の中に海があるような、的漁師会になったような気分になります。あ、大浴場発見。これだ。それじゃ行ってきたいと思います。大浴場入ってきました。いや、すごい気持ちよかったです。結構人は多かったんですけど、広々としててとっても良かったです。お湯の温度が熱めですごい温まれました。せっかくだからこの間接照明もつけてみようかな。あれ、札幌クラシックに変わってた。じゃあ仕方ないですね。それじゃあ乾杯。この札幌クラシックめっちゃ美味しい。北海道限定なのにフェリーの中で買えるのいいですね。今日のおつまみはじゃん、北海道チーズ味のハッピーターンとチータラ買ってきました。いただきます。やっぱ部屋飲み最強。外で飲むのもいいんですけど、やっぱ人目が気になっちゃうので、部屋の中で立てこもって飲むのはいいですね。それじゃあ太平洋フェリー基礎の基礎中の基礎の紹介をしようかな。まずお部屋がロイヤルスイートルーム、スイートルーム、セミスイートルーム、特等客室、一等客室、
S 寝台、B 寝台、2棟和室があります。で、その中にも洋室とか和室があったりして、かなり種類が多いんですよね。ここのお部屋は上から数えると5番目、6番目くらいになるんですよ。そこまで高級ってわけではないんですけど、私は結構気に入ってます。でもさっきお風呂から帰ってくる時に間違えてスイートの部屋の方に行っちゃったんですけど、その時にお部屋の前にお花とか飾ってあって、ちょっと格差社会を感じました。このお部屋は加湿器とかはなくて結構乾燥するんですよ。もう喉が少し痛くて声がガラガラになってきたんですけど、スイートのお部屋だったら加湿器とかもあったのかな。ちょっと今日はマスクとかして早めに寝たいと思います。海は広いな、40時間長いな、マップを見たらまだ名古屋。ちょっともう酔ってやばいので寝ます。おやすみ。おはようございます。今日の4時半くらいに朝日を見に起きて、でさっき大浴場に入ってメイクをして少し寝てました。今の時間は11時39分です。出港から16時間経ったんですけど、あと残り24時間です。まだ半分も経ってないのか。今日の目標は船内探索するのと、あとはお昼ご飯と夜ご飯美味しいもの食べたいな。今日の朝の景色はじゃーん。雨も上がって天気が良くなりましたね。眺めがいいです。それじゃあ着替えてお昼ご飯食べに行ってこようかな。行ってきます。レストランタヒチにやってきました。お昼はランチバイキングになっていて、大人1人1200円です。レストランの雰囲気はこんな感じでとっても広いです。じゃーん、お昼ご飯を取ってきました。めっちゃ美味しそう。それじゃあいただきます。お昼は牛乳。乾杯。豚のヒレカツ。めっちゃ美味しい。そう、携帯の電波がね、思ったよりも入るんですよ。結構途切れ途切れだったりするんですけど、たまに入るので、その時に必死に更新してます。でもありがたいですね、電波が入るのは。船の揺れもそんなになくて、小刻みにずっとこうやってガタガタガタって揺れてるんですけど、大きい縦揺れみたいなのはまだ一度もなくて、寝てる時もね、すごい快適に過ごせました。寝心地もめっちゃ良くて、お布団も最高で、今んとこ船酔いもないので楽しめてます。今日の主役はナンです。ご飯ね、やめたんだよね。ナンあるの珍しいなって思った。ナンってなんでこんなに美味しいんだ。今乗船してから17時間ぐらいだから、いつもだったらもう降りてる時間か残り23時間。これでも今までで一番長くない？まあ食べれるうちにいっぱい食べとこ
今日の夜から揺れ激しくなったりするのかな。前回サンフラワー札幌に乗った時に苫小牧から茨城の大洗まで行ったんですけど、その時は船酔いがかなりしんどくて、というかもう入ってるのかその航路に。ちなみに2回その航路は乗ったことあるんですけど、2回とも船酔いがやばかったので、今日もね夜あたりから揺れが激しくなりそうな予感はしてます。でもご飯が美味しいっていうのは幸せですね。かなりというか一番楽しみなので、ご飯の時間はこれは最高ですよ。ごちそうさまでした。お腹いっぱい。お昼ご飯の優勝はテケ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 テン、豚ヒレカツでした。食後の散歩がてらちょっと船内探索をしてみたいと思います。ここは5デッキなんですけど、最初に乗り込んできた乗船口がそこにあって、横にはキッズルームとあとインフォメーションがあります。個室じゃない方はインフォメーションに貴重品を預けたりすることもできるそうです。今は福岡県富岡町の沖合10キロを航行中です。もうすぐ仙台港に入港するっぽいですね。ここは売店なんですけど、航行中ずっと空いてるわけではなくて、こういう風に営業時間が結構細かく決められていますね。また後で空いてる時に来ようかな。なんとカラオケまでついているそうです。貸し切りなので今他の人が入ってて入れないそうですね。あ、やばい、制服を見つけちゃいました。でもどうしよう、結構人がたくさんいるんだよね。どうしよう、着れない。ここのメインのエントランスは5階から7階まで吹き抜けになっていて、あそこの照明が貝殻みたいになっててかわいい。5階の自動販売機コーナーはこんな感じになっていて、安定のビールがあったり飲み物がたくさんあります。そしてなんと31アイスまである。嬉しすぎる。まあ実は昨日もう食べたんですけどね。昨日と今日でも実は2回入ったんですけど、ここには大浴場があります。そしてもちろん男湯もついています。ここにはゲームコーナーがあるんですけど、めちゃくちゃ本格的。イオンとかにあってもおかしくないくらいの大きさです。こんなにいろいろあったらいくらでも時間溶かせそう。まあお金も溶けるんですけどね。ゲームセンターの脇の道を進んでいくと、また客室があります。この先には2等室と B 寝台があるそうです。ここが2等和室です。なんか写真だともっとやばそうに見えたんですけど、実際見ると意外とそんなこともなくて、普通に泊まれそうですね。ここが B 寝台ですね。サンフラワーのコンフォートのお部屋とちょっと似てる感じがしますね。でもここのお部屋、経験上あんまり電波が入らなくて、そこさえなければ結構好きなんですけどね。じゃん、5デッキにある S 寝台はこんな感じです。カーテンをこのようにして下げれるので、半個室みたいな空間になりますね。ただ鍵とかはついてないので、貴重品はカウンターに預けるのかな。あそこにロッカーもついてるので、大きい荷物はそっちにしまえそうですね。6デッキに上がるとこんな感じで開放的な休憩スペースがたくさんあります。ここはボラボラという休憩できるスペースですね。ここのバーカウンターみたいなところは給湯室だそうで、カップラーメンにお湯を入れたり、
あと電子レンジもあるので持ち込んだ食べ物をチンしたりもできるみたいです。ここはラウンジサザンクロスです。すごい、船の中とは思えない。中はこんな感じになっていて、あそこにグランドピアノが置いてあって演奏会だったり、あと映画とかも上映されるそうです。上映中は撮影できないので雰囲気だけお伝えしますね。クラシックな雰囲気でめっちゃおしゃれですね。上映中はお静かに、どんなに足が長くっても前の席は蹴らない。あれこんなんじゃないっけ？なんか違くない？6デッキのここの先を進むとスイートルームがあるみたいです。ちょっと覗いてみますか。おお、すごい。なんかドアの感じからしてもう違いますね。お花も飾られてあって高級感が漂います。見て見て、床の色も違うよ。こっちがスイート。床の色の違いに優香びっくり。7デッキにやってきました。7デッキには客室とあとスカイデッキの入り口があります。お昼の景色です。今は晴れてはいるんですけど、結構曇ってて微妙な天気です。姉妹線の石狩です。バイバイ。船内はだいたいこんな感じです。全体的に結構休憩スペースが多いのはいいですよね。基礎はあんまり新しいフェリーじゃないらしいんですけど、でもレトロな雰囲気がしてとてもおしゃれでいいなって思いました。今の時間が2時6分なんですけど、あと2時間ぐらいしたら仙台に入港するそうです。それまでちょっと私も休憩してます。仙台港に入港しました。仙台港で降りることもできるんですけど、この同意書を書かなきゃいけなくて、でこの同意書は何て書いてあるか簡単に言うと、仙台港の出港が19時10分なんですけど、19時10分までに戻らない場合は出港しますよ、置いてきますよっていうことが書かれていて、ちょっと怖いなって思って、私やらかしちゃいそうなのでね、やめておきました。仙台港から仙台駅の方まで電車とかバスを使って1時間ぐらいかかるんですよ。で往復で2時間かかってしまうので、自由時間が3時間しかないと考えるとちょっと怖そうですよね。でこの辺アウトレットも近いらしいんですけど、行こうかなって思ったんですけど、近いって言っても歩いたら30分しちゃうらしいので、それも断念しました。お部屋でおとなしく過ごします。あれから3時間休憩してて、もう間もなく仙台港を出港するみたいなので、2度目の出港を見届けに行ってきます。あ、動いた。バイバイ仙台。また次はちゃんと陸に降りてゆっくり遊びに来るからね。売店の営業時間が始まったので遊びに来てみました。ここでは名古屋や北海道や仙台でのお土産が幅広く売られています。まあでも私のお目当てはただ一つ。あ、すいません。5000円1枚ください。ありがとうございます。300円です。はい。
5000円ゲットしてきました。南太平洋の調べ。これで5000円5枚目6枚目くらいになりました。今全制覇目指しているので、引き続き全制覇できるように頑張ります。夜ご飯のメニューはこんな感じで、ローストビーフとかスペアリブとかあるんだって。めっちゃ美味しそう。その分料金もちゃんとお昼より上がってましたね。買うか。じゃーん、夜ご飯を持ってきました。めっちゃ美味しそう。それじゃあいただきます。今日は珍しくお茶で乾杯。今日の夜ご飯ビール頼まなかったんですけど、やっぱりフリー生活も後半戦になってきて、結構ね体力がなくなってきて、しかもね揺れがちょっと気になりだし始めちゃったんですよ。前半は全然気にならなかったんですけど、北海道に近づいていってるにつれて揺れが大きくなってて、ちょっと今日は酔いを酔いで制せない気がしてお休みしました。このグラス見たらわかると思うんですけど、結構揺れてるんですよ。揺れててもローストビーフは美味しい。今8時10分くらいで、レストランが8時半に閉まっちゃうんですよ。ちょっと遅く来すぎちゃって、このスペアリブとかも残り3切れぐらいしかなくて、もうちょっと遅く来てたらなくなってたかもしれない。柔らかくてめっちゃ美味しい。ほんと食べたかった。お料理がなくなったらそのお皿ごと下げられちゃうスタイルなので、もし太平洋フェリー乗る方がいたら早めに来るのがおすすめです。早い時間は混んでるんですけど、お料理なくなるよりかは全然マシなのでね。私ももっと早く来ればよかった。失敗しましたね。さっき仙台に泊まった時に結構人が降りてって、人数がね半分くらいまで減ったんですよね。大体の人は仙台が行き先なんだなって思いました。料金もね北海道までにすると一気にぐんと上がってしまうから、仙台で降りる人が多発していました。チョコケーキ持ってきました。夜はデザートもあって豪華ですね。レストランも全然人がいなくて、だいぶ減っちゃいました。ちょこっと寂しいです。チョコケーキで紛らわそう。その後8時半からラウンジショーが始まるらしいので、それも見に行ってこようかな。ラウンジショーに行ってきました。和太鼓で演奏とかしてたんですけど、意外と生で聞く機会ってないから、しかもそれを船の上で聞けるってすごい体験ができて、とっても楽しかったです。この後は大浴場に行ってきたいと思います。お風呂から戻ってきました。一人で晩酌タイム始めちゃってます。こっちももう実は開けちゃったんだよね。今は岩手県あたりを航行していて、残りあと11時間くらいになってきました。こ
これでもまだオレンジフェリーとかよりも長いのか。明日の朝到着しちゃうんだけど、嬉しいような寂しいようなちょっと難しい感情です。だから飲みます。やっぱこれだけフェリー乗ってるとぼっちでも顔見知りみたいな存在ができてきて、いつもお風呂入る時間かぶるおばあちゃんがいるんですけど、さっきもお風呂の中で貸し切りだねとか言っておしゃべりしてました。船の揺れが最初は1だったんですけど、今は6、7くらいに上がってきて結構揺れてるんですよね。一応酔い止め飲んだので酔ってはないんですけど、念のため今日も早く寝ておきます。基礎で早寝したら早起きできそう。それじゃあ明日の朝までバイバイ。おやすみなさい。おはようございます。3日目の朝になりました。今日の朝は日の出がすっごい綺麗に見えて、お部屋に戻ってきて無事に二度寝しちゃいました。今の時間は8時なんですけど、苫小牧到着まで残り3時間まで来ました。もう37時間も乗ったのか。とりあえず朝ごはんを食べに行ってきたいと思います。じゃーん。朝ごはんは名古屋コーチンの卵かけご飯にしました。この卵かけご飯セットがめちゃくちゃ人気で、限定20食しかなかったんですよ。で、私買いに行ったら最後の20食目でギリギリ買えました。多分使い果たしましたね。めっちゃ美味しそう。いただきます。私卵かけご飯大好きなんですよ。めっちゃ美味しい。船の揺れもだいぶ落ち着いてきて、昨日の夜が6ぐらいだとしたら今また1に戻りました。ほとんど全く揺れてないです。今回は結構幸運なことが多くて良かったです。携帯の電波はお部屋にいると入らないことが多かったんですけど、ここのパブリックスペースとかにいると遅いんですけどちゃんと結構つながってました。だから意外と電波の心配もいらなかったですね。この太平洋フェリーに Wi-Fi は去年まであったらしいんですけど、今はもうないんですよね。でもちょくちょくつながるのは嬉しい。ちなみに今ここにいるんですけど、もうすぐで苫小牧に着きそうです。このマップを見ると近くになんかフェリーがいて、シルバーブレイズっていうフェリーがいます。さっき多分すれ違ったやつがそうなのかな。他にもサンフラワーカムイも近いですね。まだ乗ったことないやつだ。他にもサンフラワー札幌もいます。みんな朝からめっちゃ頑張ってる。すごい面白いフェリーがいっぱいいて。最後の朝ごはんか。寂しくなってきた。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかった。もうそろそろ下船なので、最後はあの場所で締めたいと思います。もちろんゲーセンです。下船前にゲーセン。狙いはあそこのピッチューで行きます。お願い。やばいかな。はい、邪魔が入る。無理かも。お願い。なかなか厳しいな。リベンジ。
どう？行き過ぎ？取れない。あっちの方が取りやすそうだ。ちょっと変えよう、ターゲット。どうだ？取れなかった。今普通に動画回さずに遊んでたら取れちゃいました。2匹いっぺんに取れちゃった。名前はタイちゃんとヘイヨーちゃんです。ヘイヨー。挑戦スタンプゲット。やったね。本線はあと30分ほどで苫小牧港で着岸予定でございます。皆さんはお忘れ物をなさいませんよう下船のご用意をお願いいたします。お客様にご案内申し上げます。大変長くお待たせいたしました。ただいまよりおデッキタラフから下船となります。この度は太平洋フェリー木曽にご乗船くださいまして誠にありがとうございました。またの日のご乗船を社員一同心よりお待ちいたしております。ありがとうございました。 Car passengers and pedestrian travelers. バイバイ来そう。なんか寂しくて泣きそう。私また来そう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ということで今回は日本最長の太平洋フェリー木曽で名古屋から苫小牧まで40時間かけて移動してみました。正直めちゃくちゃ楽しかったです。今回は船の揺れが想像していたよりも全然なくて、和室もとっても居心地が良くて2晩ぐっすり眠れました。お食事もレストランが2つあったり、あとラウンジショーが見れたり、大浴場も夜遅くまで使えたりして意外と40時間過ごせちゃいましたね。酔い止めを飲んでたからかもしれないんですけど、今回は1回も船酔いしなくて、それも楽しめた理由なのかなって思いました。日本最長のフェリーはこれで制覇できたので、ゆくゆくは豪華客船の MSC ベリッシマとかアスカ3とかにも乗ってみたいな。皆さんのおすすめのフェリーとかあったらぜひコメントで教えてください。ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録とコメントと高評価お願いします。お願い。バイバイ。